その昔、エジプト神話にて語り継がれる3人の神がいました。太陽の化身ラー、豊穣の女神イシス、太陽と月の目を持つ神ホルス。実はこの3人の神がマオリュウの物語に深く関係しているかもしれないのです。はい、どうもこんにちは、ニムラと申します。今回はシンシアイシス徹底考察後半の動画でございます。もし前半の動画をまだ見ていないという方がいましたら、前半から見ていただいた方がより楽しめると思いますので、ぜひそちらからご覧ください。今回の動画を見れば、なぜ僕が前半後半に分けてまでこのような考察を始めようと思ったかが全てわかりますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、早速本題に入っていこうと思います。はい、ということで、前回ですね、なぜイジスは作り変えた世界で自分ではなくシンシアを王に置こうとするのかというお話を最後に動画を終えたんですが、まずその話の結論を出すにはですね、冒頭にもご紹介しましたこの3人の神にまつわるお話をしなくてはなりません。では早速ですね、そのお話を僕なりに要約してきたものがございますので、これからご紹介していこうと。その昔、ラーという太陽神がダイホルスという息子を生み出しました。また別の場所では、イシスという女神がオシリスという神との間にショーホルスという息子を生み出しました。母であるイシスは息子のショーホルスに権力を与えるため、太陽神ラーに毒を仕込み、それを解毒する代わりにラーの魔力と支配権を得るなどの陰謀を巡らせていました。その陰謀をきっかけに力の弱まってしまったラーとダイホルスの太陽神としての役割を力の増したショーホルスが代わりに担うようになり、次第にラー、ダイホルス、ショーホルスの3人の神は一人の太陽神ホルスとして同一視されるようになりました。そしてホルスの母であるイシスもまた力を増す結果となり、魔術の女神、魔女の元祖とされるなど、古代エジプトで最も崇拝された女神となりました。というお話でございます。いや本当にですね、ラーが不憫で仕方ないですし、イシスはずる賢いなというお話ではあるんですが、この時点ですでに今回の僕の考察の意図を察してくれている方も少なからずいると思いますので、とりあえず結論から言ってしまおうかなと思います。ズバリ、リムル、イジス、シンシア、この3人がですね、エジプト神話に出てくるラー、イシス、ホルスの3人の神をそれぞれモチーフにされているのではないかというのが、僕が前半後半に動画を分けてまでこのような考察をしようと思ったきっかけでございます。とは言ってもですね、さっきの話だけでは何のこっちゃって感じだと思いますので、なぜそういう考えに至ったのかという理由をこれからキャラごとにお話ししていこうと思います。まずテンスラの主人公であるリムルのモチーフは太陽神ラーなのではないかと僕は考えております。一つ目の理由として、リムルの瞳の色は金色なんですが、金色というのはですね、太陽と王の色とも言われているので、太陽神ラーに通ずるものがあるのではないかと思います。次に原作にも魔王竜にも登場するリムルの奥義でありますメギドという技がありますよね。あからさまに神という漢字が入っているのはもちろんなんですが、それだけではありません。実はこのメギドという技は太陽光を利用した技なんですよ。なのでラーの象徴でもあります太陽という点で、これも一致するのではないかなと考えられます。さらに一説によるとですね、ラーは目から強烈な光線を発することができるとも記されておりますので、敵を一瞬で貫いてしまうほどの光線を発して攻撃するメギドに通ずるものがあるんじゃないかなと思われます。ちなみにラーはイシスの陰謀により毒ではめられてしまったわけなんですが、いろいろな体制を持ち合わせているあのリムルでさえも毒耐性は持ち合わせておりません。果たしてこれは偶然なのでしょうか。では次にですね、イシスのモチーフはイシスなのではないかという理由についてお話ししていきます。まず名前が似ているというのはもちろんなんですが、イシスはリムルを付け狙い、悲願成就のためには手段を選ばないという一面がありますよね。それはイシスにも共通しまして、ラーを付け狙いホルスに権力を与えるため毒を仕込むなどの陰謀を巡らせていたという点で、かなり共通する点なのではないかなと考えられます。さらにですね、先ほどもお話しした通り、イシスは魔女の元祖とも伝えられているので、鏡の魔女と言われているイジスとこれもかなり共通してくる点なのではないでしょうか。では最後3人目なんですが、シンシアのモチーフはホルスなのではないかというお話でございます。まず単純に考えて身につけている装飾品が明らかにエジプトっぽいですよね。さらにこのホルスの頭の上にある赤い日本線、これがシンシアの触覚に見えなくもありません。
そして瞳の色がピンクである理由はですね、ホルスは太陽と月の目を持つと言われているので、太陽神ラを象徴する赤色と月の色や何色にも染まっていない不完全な存在である子供という意味合いの白色を混ぜた結果ですね、ピンク色なのではないかなと考えられます。次に見た目以外の話なんですが、まずシンシアという名前、これはギリシア語で月という意味を持つシンシアをもじった名前なのではないかなと考えられます。よってこれも太陽と月の目を持つと伝えられているホルスに共通してくる点だと考えられます。さらにですね、イシスが力を増していくにつれて、小ホルスは子供のホルスという意味を持つハルポクラテスという名で崇拝されていたというお話もありますので、シンシアが子供の姿をしている理由としてもつながってくるのではないでしょうか。ということで、魔王竜の物語にはエジプト神話が深く関係しているのではないかと考えられる理由をですね、お話しさせていただいたんですが、今の内容を踏まえまして、前回の動画ではお話しできませんでした、なぜイジスは作り変えた世界で自分ではなくシンシアを王に置こうとするのかという2人の物語と行く末について、僕の考察のまとめをこれからお話ししていこうかなと思います。まずイジスは自分の悲願達成のために強い力を持っているリムルという存在に目をつけます。そしてイジスはリムルのコピー、つまり子供であるシンシアを鏡の力によって生み出しました。さらにですね、同じく鏡の力で生み出した様々なコピーたちにリムルを襲撃させます。しかし捕食能力を持ち何でも吸収してしまうリムルは、その襲撃によって逆に力を増してしまう可能性もありますよね。ですがそれについては特に問題はないとイジスは考えているはずです。なぜならイジスにはチート級ともいえる鏡の力があり、最終的にはシンシアにリムルを捕食させることによってシンシアを新たな世界の唯一無二の王として君臨させようとしているからです。つまりシンシアが王になるという時点でイジスの力が増すことにもつながり、自分が生み出した子供であるシンシアを完全にコントロールできるという自信があるからこそ、自分が王になる必要はないのだとイジスは考えているのではないでしょうか。ということで以上がですね、僕が今回の考察で導き出したイジスとシンシアの行く末でございました。と最後にはなるんですが、おまけとして3つほど考察として怪しい点を補足させていただきます。まず1つ目なんですが、小ホルスの父でありイシスの夫であります神オシリスは魔王竜のキャラに置き換えると誰に当たるのかという話なんですが、これはですね、シンシアがリムルの自称娘と名乗ってしまっている時点でオシリスの存在は切っていいのかなと考えております。というのも物語を作る上で既存のお話を丸々使うということはできないと思いますので、多少のズレが出てきてしまうのは仕方ないのかなと考えております。しかしですね、今後もしかするとオシリスをモチーフとした新キャラが追加される可能性もなくはないんじゃないかなと思います。では次に2つ目の補足なんですが、考察を進めていく中でダイホルスはどこへ行ってしまったのというお話でございます。これはですね、そもそもダイホルスというのは父であるラーが一人で生み出した子供なんですよね。しかもその父であるラーと同一視されていたというお話もありますので、簡単に言うとですね、リムルがよく使う分身体みたいな存在と思っていただければ、なんとなく納得していただけるのではないかなと思います。最後3つ目の補足なんですが、ダイホルスも小ホルスも息子って言われてたけど、シンシアは女の子じゃないのというお話でございます。これはですね、シンシアはスライムということがすでに確定しておりますので、おそらくリムルと同じ無性だと考えられます。しかしリムルもですね、心はちゃんと男の子なので、シンシアも心だけは女の子なのではないかなと思われます。というかそうであってほしいです。ということで以上がですね、今回の考察の補足でございました。前半と後半に分けた割にはうまくまとめることができなかったんですが、少しでも皆さんにですね、今回の僕の考察意図が伝わっていれば幸いでございます。ということで少しは楽しめたよという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。